はーい、寒さでエイムが温まらない今日も可愛いゆかりんです。あかねちゃんもおるが開幕3回交通事故にあってザコシしてますが、今日のゆかりんは元気です。今回使用するのは、最強の名を欲しいままにしてる運営とネタ説、濃厚な TR7 を使っていきます。20mN DPK3 発に加えて DPK も 0.167 秒、20mN も 0.25 秒のぶっ壊れ武器やね。マークで反動増加を食らいましたが、それでも強いとゆかりんは評価してますね。後でカスタムを公開しますけど、メタアタッチメントであるブルーレーザーを外してても反応を抑え込んだカスタムにしました。これでも反応強いし精度悪すぎて、遠距離は諦めるか、セミオートで単発撃ち前提ですね。まるで味方のように後ろをついてきた敵さんを交通事故させたので追いはぎして補給しましょうね。敵味方問わず衛生兵は追いはぎ対象やね。ただ蘇生されそうならやめときや、武器が変わってしまうからな。このサーバーでこの時点で SG での3回目のです。ゆかりんが使うとチャットで怒るくせに切り替えてけ、怒っても意味がないからな。結局蘇生してもらえなかったのでチームに出てきました。Wii は SG でプッチンプリンしそうだったので、危ねえ、今の敵 SG じゃん。何 ?SG やねサバで流行ってる感じ。やっぱ 30M 程度は拡散するし、反動でかくて当たらんね。気分で打つアドレナリンが気持ちいい。思うのは、これ効果が弱すぎて必要とするタイミングなくね。ただでさえ、メイドのバランスが悪すぎて視認性悪いのに、さらにメイド上げて視認性を悪化させる。人間のクズことアドレナリン注射器やね。マジで使い道が敵倒した時のポイント稼ぎレベルと思ってるんですよね。あとは移動スピード上がるんで移動用として使う。マジでこれぐらいじゃない？一応スタングレなどの行動制限系に耐性&解除あるけど、撃つ前にやられるか治ってるしな。耐性と言いつつも効果時間が短すぎて使えないしで、どう扱うのが正解なんですかね。今の状態だと使う必要性が皆無すぎて、視聴者に良い使い道あれば教えてけろ。よし、今回も米稼ぎノルマ達成。またあなたか。 SG はもういいって。今のジャンプするバグ修正したんじゃないんですかね。普通に怒ってるんやが。あの後いい拠点に行ったら SG にしゃべられるし、それでも諦めずに B ダッシュしてたら兵器に侵されたので諦めて D アタックします。2度も瞬殺されて泣いたってところか。ゆかりん今回は散々やな。今回のマッチは SG にプッチンプリンですが、録画やめて SG 持ち出してやろうかと何度思ったことか。危ない危ない。イライラでレイムも乱雑になってる。キルして落ち着かないと。ゆかりんの精神安定剤は大量キルですから。殺人鬼みたいなこと言い出しよったで。拠点にいる敵がどこにいるのかわからないので、味方のモーションセンサーに頼りましょう。つまり角待ち&マップをガン見するってことやね。人類悪のような行為だな。結局モーションセンサー反応してないし、足音が聞こえてなかったらやばかった。モーションセンサーも分体だけ見えるとかある感じ。あれだけ走ってたら映ると思うんだけど。しゃがみ歩きで映らないは確かあったと記憶してるけど、どうなんやろうね。ここのジップ壊れるの？初知りなんやが？絶対上にいるでしょ。ファイアストームの C みたいに屋上も拠点範囲にするのやめません？案外普通に湧いてたのね。屋上だろうなって思ってたから少しびっくりしたのは内緒ね。TPK の速さで高ピンでも勝てたな。あの距離はやれるかな。このカスタムのいいところ見せてみ。拡散する前にしっかり当てて倒せたな。うまいやん。反動を扱いやすくしてるけどやっぱ他と比べると抑えにくいね。ちな、このカスタムの反動抑制率は驚異の約 47.5% 軽減やで、中央両方経験では最高値やと思われるわ。裏手は強気ムーブかましてあっけなくやられましたよっと。事前に置いておいたビーコンから湧き直して再度アタックしましょう。裏取り手の嫌がらせは正義ですから。すげえ拡散してる。拡散すると本当に当たんね。けどこの強ポチがある限り負けないように、開けた場所での蘇生はこうなるんでうまくたこうね。まあそうなればグレなり爆発物投げ込みますけども、けど逆蘇生は偉いのでゆかりん二重丸開けちゃう。あの距離やれるのマジ？このカスタム案外強い感じ。伊達に 50% 近くの反動軽減してないし案外当たるもんやな。ただ反動は良くても精度が劣悪すぎて当たるかは運次第なんだよな。けどこの極端な性能ロマンがあって好きだぞ。まあ結局近距離戦が多いから強武器ではあるよな。そろそろ怒られてきた。さすがに喧嘩売りすぎたかな。まるで気がついたら火をつけてるタバコのようにアドレナリンを決めていく。ちなみに決めた理由はない。マジでない。お芋さんから飛び立つ勇敢な敵さんが。まあ見つかってないから放置安定やな。どうせゆかりには当てられんだろうし。弾速速いから当てられないことないかもだけど、弾薬少ないから放置安定だね。拡散しても BTK3 発か4発の高火力武器に駆使でけ。やっぱ強武器は良き良きだけど、この動画出した後その子決めてないんだよね。一応 SCW は出す予定あるんだけども、強武器持ってないとゆかりん雑魚だからな。言い方ひどいけどそうなんだよな。視聴者民が使ってほしい武器とか使います。それが安牌よな。つうことで視聴者民使って欲しい武器コメントで残していってな。よければカスタムも書き残してくれると嬉しいぞい。すでに同化化した武器でもいいですよ。強武器を使い倒すのもありだし、後横から打ち上がってゆかりんが死んじゃうでしょ。こういう時はしっかり回復しながら角待ち安泰ですが、コーラを入れ高火力強武器でなぎ倒してあげるから、姉サバの人たちは結構詰めてくれるから、待ちは正義。これでやられたらまあドンマイってことで。
ゆかりんは緑色のレーザー見逃してないよん。 COD みたいなジャンプ打ちしてるやんけ。案外近距離なら許されるからぜひ真似してけ。ただ打ち分けてもゆかりんは保証しないぞ。敵の位置が正確に分かってなくてエイムもクソもなかった。してたのは分かったんだけどな。はい、かなりカットしたんですけど本当に何もなく、シートっていい言ったら戦車に引かれただけでした。いい行けば戦車にしばかれるのがこのマッチのいつものになってるな。屋上とかの強ポ地にビーコンは正義、みんなもいっぱい置いてけ。強ポ地からの一方的射撃は気持ちいいぞい。けどここに芋ってても D から撃たれるの分かってるんで B に行きましょうね。ここでなんかチャットがお盛んですなぁと思ってたら、これおそらくですけどゆかりんのこと言ってない。翻訳してみたけど簡単に言うと冗談交じりではあるが、敵さんがゆかりんめっちゃ分かりにくいチーターだな、味方さんが軽く挑発気味に食いついて、ボス誰がチート使ってるって。挑発混じりの返答としてピンが100以上もあるやつがスコアトップとかありえんだろ。それに対して味方さんがそれだけ言えば満足だろと負け惜しみ打つみたいな皮肉混じりで雑談してる感じかな。つまり何ですかね。ゆかりんチーター扱いされてる感じ。まあ相手さんが結構軽い冗談とか称賛を込めて言ってるか、マジモンの負け惜しみのどれかっちゃうかな。露骨に汚い言葉使ってないからガチのブチ切れじゃなくて信じられねえみたいな言い回しやと思うわ。チーター扱いは嬉しいけどチャットで不正ってことはゆかりんかなり侮辱されてない。まあチーター扱いは健全 FPS プレイヤーの勲章みたいなもんやし受け流しとけ。 VF6 でチーター認定の証拠をゆかりんも得られたとは、ゆかりんでもちょっとはうまいと思ってくれる人いるんですね。褒め言葉として受け取って次からは空白額 OPとか送っておきましょうかね。視聴者民が同じようなこと言ってマジ切れされてもゆかりんは責任取らないんでマジで送らないでくださいね。ついでに聞きたいけどこのシーン映したいがために本来カットする箇所カット説に映したとかないよな。ゆかりんがそんなことするわけないじゃないですか。この棒読みをチラチラしいわ。何のことかゆかりん難しいことわかんない。さてこの動画の見どころが終わったんで試合に戻りますかね。後ろから撃たれましたけど目の前に敵いるしこっち優先しよう。1キル取ればキルレは1を1できますし、キルレ1維持とか言ってますけど実際の話ポット打ちでキルレ等を改変可能でしたので気にしてませんけどね。ゆかりんも武器解放のミッションで意図的に加速にそばに入ってポット打ちしてたんでキルレとか一時期9とかありましたし、は蘇生しに行かなければよかった。赤ピンに気がついてキャンセルしたけどマウス位置悪くて切り返しできなかった。まあドンマイよね。1キルしては死んでみたいな見どころなかったんでめっちゃカットしてまた C に来ました。言ってやめんしゃい。ゆかりんを撃たないで死んじゃうでしょ。サマーミソジップは直線すぎて的ですわ。やっべマジで死にかけないわが TAR7 なら新地レが勝てるよな。何これ倒した判定なのに打ってた。めっちゃ困惑しててくさ。高ピンと高ピンの戦いだったからこうなったのかな。めっちゃおもろいけど困惑するんでやめて戻って。はいいらっしゃい。このキルは美味しい。味方が盾になってフリーキルでしたし、こっちに気がついてない敵がうますぎ RPG 構えてご苦労様です。まだいるかな。湧いた感じだろうし目の前で倒れたからこれで制圧した感じかな。敵が小粒だけど当たるかな。単発撃ちならいけるかな。残念キル取れんかったけどあの距離でも25ダメってやっぱこの武器ぶっ壊れ武器ですわ。反応だけどうにかしてしまえばマジでぶっ壊れ武器になってますわ。危ない危ない。相手のエイムが終わってて助かった。はいジャンプ打ちって高火力に駆使できる。気分がいいからアドレナリン打っておこう。わあ砂かよめっちゃいいところだったのに。当ててる場所足して拠点側に背中見せてたらそうなるやろ。グヌー。はい C が落とせなかったので T 拠点に来ましたよと。屋上に敵いるし降りてきてる勇敢な人もいますね。ガジェットでも触ってたのかな。動く気配なかったしリボルバーで3発外したのは見なかったことにしておいた方がええか。ありがとうございます。当たるときは当たるんですけどね。外すときは絶対に外すよね。敵さん分隊行動してる。めっちゃいるんやが。正面に3人は確実にいたな。危ねえ。深追いして死ぬよりはさっさと隠れるの大事。本当に特にピンが高いと隠れても死ぬこと多いからな。視聴者民も気ぃつけや。そういえばパトロワモードどうです？楽しい？聞いた話では反動に拡散旗がノーマルモードと変わってるしダメージもバグってるらしいな。アーマー装備時に約 20% の軽減が入るんですけどしっかり効果を発揮しないことがあるぽいですね。こんなことになるなら普通に体力増加だけで良かったものをとは思いますわ。反動もパトロワにいるとき無味やから射撃場で反動制御の練習しても意味が薄くなるからやめといた方がいいとは思うんやけどな。運営側としては無料だから簡単にしたかったのかもしれないけどパトロワからノーマルに来た人が困惑しませんかね。まあゆかりんは今後もパトロワはやらない予定です。ノーマルモードの方がゆかりんには合ってるので2人いたのね。これは残念。1人なら勝てた可能性あったのに。軍隊の味方さんが C 取ってるのでゆかりんもお手伝いしてます。面倒な箇所に降りたもので撃ち下ろされたら屈辱だからそんなところに行かないで。マップに映ってるからまだおるの確定やね。相手さん屋上大好きね。降りておいで拠点は下にありますよ。さすがに敵もこの人数の中に飛び込んでこんやろ。てかチケット数がかなりやばい。拠点数はこっちが多く落ちしてるしこれを維持できたら勝てるね。せっかくなら勝ちたい。結構いい試合してますしチーター認定受けて嬉しいですし。それならゆかりんはもっと頑張ってくれや。ゆかりん P 高いくせにずっと味方のトップスコアですけど冷静兵でもないのに頑張ってませんかね。ちゃんと拠点も今回は取ってますしマップに大量の敵が映ってたので大量キルチャンス。何人がゆかりんのキルになるかな。
女性意識が高いね。だけどドンマイ、隙が大きいからね、倒しちゃうんよ。やっぱ反動でかいな。タップ打ちがまともにできない。最後なんて拡散に助けられてたしな。初段から激強横反動で振り回されるんですって。期待か蘇生を呼んでキルがはかどりますわ。普通にキルすれば良いものをわざわざグレポンで倒すの性格が終わってるな。だって狙いやすい状態でしたし、グレポンでのキルミッションにあったんですもん。もうこのジャンプする額マジやめちくる。敵さんもすごいところで捨ててたな。あんな開けたところで捨てるとはおともきあるもんで。いつの間にかチケット数逆転してるじゃん。このまま抑え込んでおきたいけど、敵さんも負けじと C に来ててめっちゃ接戦で楽しいけど、勝つのはゆかりんのチームです。C は取らせないですよ。どうせトラックのところでしょ。ゆかりんならそこにいるし、味方さんが盾になってくれて助かった。味方がやられましたね。なるほど、そこに敵いるのね。味方をおとり片手にしか思ってないゆかりんが見れるのはここだけやな。通話とかしてたらまだしも野良で連携とか無理ですし、期待しない方がイライラしないからしょうがないね。エイムが擦れてたし、反応を抑えられなくてキル逃すところだった。めっちゃ綺麗に発射間隔の隙間に敵が重なって、最初の方全く当たってなくて草や。芸術的な外し方してしまったけど、倒せたならよしです。弾薬が心もとないので敵か味方かわからないけど追い吐き失礼。ゆかりんがめっちゃ外すから無駄多かったもんな。しょうがないね。この武器はそういうもんと割り切って使うべきです。どうせ精密性終わってますし、そしてこれは勝ちですね。ここから逆転は無理でしょうし。やろな。まあゆかりんのチーター認定試合は無事勝利と相なったな。おめおめと言っておくわ。はい、勝利。いい試合でした。めっちゃ久々の接戦で楽しかったです。アメサガの良さがたっぷりですわ。さあ結局チケ数はいかほどに。56対0は接戦と言って差し支えのないいい試合やな。トップ分隊に表彰された1分隊がめっちゃ強かったです。パーティーでも組んでたのかな。連携がエグかったです。この試合のカットした箇所大体トップ分隊の誰かに倒されてたもんな。けど味方さんも奮戦してくれていい試合でした。できればトップ分隊も欲しかったな。まあそればっかりはパーティーを組まないと運でしかないからな。ソロ勢のゆかりんには無理なお話や。さて私のスコアはどうでしょうかね。結果としては43キル13です。12740スコアよね。まあ頑張ったかな。マジで敵の上位層が強かった。この後はアタッチメントを紹介するな。今回のは案外良きなカスタムにできたかなと思ってるので、ぜひ使ってみてください。今回のカスタムやね、一時停止なりして真似してみてな。カスタムコンセプトは反動を限りなく抑えるですね。TR7 は反動が強くてまともに扱えないので、最大限反動軽減に注視してます。反動軽減としてはロングサプレッサーとバーティカルクリップやね。動画内でも言ってたけど約 47.5% 軽減してるで。詳細に言うとサプレッサーが 20%、グリップが 27.5% の軽減です。ただそれでも反動が強いので反動制御の練習は必要ですね。遠距離は精密性が終わってるから連射するとまともに当たらんから単発打ちしてな。セミオートで打つと70メートル程度なら普通に当たりますよ。ゆかりんは面倒なので基本的に狙うことを諦めますけど、武器の特性を理解して戦い方を考えられる人なら相棒としてマジでいいで。あと小ネタですけど、この武器だけ赤色マスタリーバッジが特殊なのでバッジ目的でもいいかもですね。バグの可能性も否定できんから、見た目が他のと同じになってもこっちに言わんといてな。あとはチャンネル登録だけ本当にお願いします。してくれたらもっと頑張っていくんで。今なら子さん勢の顔できるで100人程度の時から応援してたからなって。登録者数が1000人の大台超えて広告代で BF6 に課金したいんじゃ。ついでにコメントと高評価もしてな。コメント内容は何でもええで。それじゃカスタムを紹介していくので邪魔にならないように黙っておきますね。カスタムの紹介は終わりましたけど、やはり反動軽減のために他のアタッチメントを諦めてるので、クリップを違うのに変更してレーザーやマガジンを交換するのはいい判断と思ってます。例えばやけど 6H64 バーティカルにコストダウンさせてファストマガジンとマガジンキャッチつけるとかやな。反動が 5% 大きくなるだけでリロード速度を大きく改善できるので、より近距離軸高めもめっちゃいい判断と思ってます。自分の腕と相談してゆかりんのカスタムにするなり今言ったカスタムにするなり決めてくれや。バット勢はグリップを 6H64 にしてマグを変える方がいいかもですね。
パッドには 25% の反動軽減が標準搭載してるらしいからな。ありがとう思うわ。ゆかりんはマウス&キーボードの人なんで、バッド勢がいましたら、使用後の感想を残してってください。それでは、伝えたいこと等は終わったので、締めとコメント返信に入りますね。まずニコ動で広告してくれた方はこちらやね。広告していただいてマジで感謝です。冒頭等が遅くなり申し訳ないです。マジで感謝やで。次がコメントやね。SG553 の動画から、レベル上げは、キーヒル、ドミネひたすら回すといいですね。武器のマスタリーのことですね。聞いてやってみたんですけど、マジで効率よくできますね。情報は雑誌。同じく、SG553 の動画から AK4D、あれ意外と強いんよな。最新アップデでバグの修正されてから、しっかり当たるようになってて草ですわ。性能は良かったのに、拡散バグで微妙だったのが、両性能になったので、今ならおすすめできますね。TTK 表アップデの動画から TTK 表助かる。TTK 表多い時だと20人程度同時に見てるんで、ご利用ありがとね。使ってみて追加してほしい機能とかあったらコメント残しておいてな。できそうなら対応しますんで。それじゃ、今回のコメント返信はここまで。高評価、ニコニコならいいね、チャンネル登録、コメント等、マジでお願いします。ついでに BF6 の TTK 表も概要欄にあるから使ってな。最強物探しの相棒、TTK 表の上に、チャンネル登録をしてやるとかでもいいので、もしよければお願いします。それではここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうな。次の動画でも会えるとええな。じゃあバイバイ、さようなら。動画を見てくれてあざます。他の動画とかも見てくれても良いんですよ。見てくれたら、ゆかりんがめっちゃ喜ぶんで、ぜひよしなにコメントもどしどしよこしてね。罵倒だけはやめてね。ゆかりん泣いちゃうから。